江戸の夜、行灯の明かりが揺れる中、人々は階段に耳を傾けていた。見えないものへの恐れや言い知れぬ不安が浮世絵師たちの筆によって妖怪の姿となったのだ。葛飾北斎や鳥山石燕らが描いたのは恐怖だけではない。そこには人間の感情や世の中への風刺までも映し出されている。今日はそんな浮世絵に描かれた妖怪たちを紹介しよう。君の身近な風景にも彼らが潜んでいるかもしれない。のっぺらぼう。顔に目も鼻も口もない、それがのっぺらぼうだ。人間そっくりの姿で現れ、静かに振り返る。その無表情な顔に出会った者は、恐怖のあまり声を失うという。落語や講談、本所七不思議にも登場し、逃げた者が再びのっぺらぼうに出くわす再度の怪として語られることもある。恐怖を与えるが害はなく、不気味さと民話が絶妙に重なった妖怪である。皿屋敷。1枚、2枚、3枚。夜の井戸の底から皿を数える声が聞こえる。この話は、奉公人のお菊が身に覚えのない罪を着せられて井戸に落とされ、幽霊となったと言われる怪談だ。姫路城や江戸の番町など、場所はいくつか語られているが、共通するのは10枚あるはずの皿が1枚足りないということ。お菊の亡霊は夜ごと9枚まで皿を数え、10枚目が見つからない声が響くと恐れられていた。葛飾北斎の浮世絵には、井戸から長い髪を垂らすお菊の姿が描かれている。しかもその髪の中に皿を組み込み、怨念と割れた皿を一つに重ね合わせて表現しているのだ。ただ恐怖を描くだけでなく、そこに意味を込める。それが葛飾北斎の力だ。笑い般若。笑い般若は鬼女と化した女性の妖怪だ。葛飾北斎の百物語では、角と牙を持ち、不気味な笑みを浮かべながら、首のようなものを手にする姿が描かれている。その手にしているものが、ザクロの実を思わせることから、かつて子供を奪う夜叉であった岸母神の姿を重ねたのではないか、という説もある。岸母神は、仏教の説話でお釈様からザクロを与えられ、子供を守る神として信仰されるようになったことでも知られている。川鍋暁斎の画集にも登場し、人の邪心が鬼を生むという教訓を示していると解釈され、長野県にも同名の妖怪伝承があるが、その詳細は不明である。小肌小平次。この作品は江戸時代に実在したとされる役者、小肌小平次を題材にしたものだ。芸は未熟だったが、幽霊のような顔立ちを理由に幽霊役を与えられ、必死に役作りを重ねた。その演技は評判を呼び、幽霊小平次とあだ名されるほどになった。だが、家庭では不幸が待っていた。妻のお塚は、足立作郎という男と密会をしていた。旅興行に出た小平次は、作郎に朝鹿沼で突き落とされ、命を落としたと伝えられている。しかし江戸に戻った作郎の前に、亡くなったはずの小平次が再び姿を現した。生前、あまりに幽霊役を極めていたせいか、その姿は生きている時と変わらず、かえって恐ろしさを増したという。その後も怪異は続き、作郎は恐怖に取りつかれて正気を失い、お塚もまた悲惨な再起を迎えたと語られている。舞首。鎌倉時代中期、小三太、又十郎、白五郎という3人の武士がいた。伊豆の真鶴の祭りの日、3人は酒の勢いで口論となり、やがて刀を抜いて切り合いへと発展した。争いは海へともつれ込み、水中で互いに首を切り落とすほどの激しさだった。だが、首だけになっても戦いは止まらなかった。最後には小三太の首が現れ、白五郎に襲いかかったと伝えられている。その海には怨念が残っており、夜になると3つの首が火を吹き、昼には巴模様の波を起こしたため、人々は巴ヶ淵と呼び、近づくことを避けたという。お歯黒べったり。古い社の前で美しい女性が頭を下げ静かに祈っていた。
声をかけると、ゆっくりと振り向いたその顔には目も鼻もなく、ただ真っ黒に染まった大きな口だけが開き、ケラケラと笑った。これは江戸時代の妖怪絵巻、絵本百物語に書かれたお歯黒べったりと呼ばれる存在だ。名前の由来は当時の既婚女性や身分の高い女性が行っていた習慣、お歯黒にある。本来は礼儀や美しさの象徴だったものが、ここでは異様な大口として誇張され、不気味さを際立たせている。その影には礼儀や信仰の影に潜む狂気が覗き、日常が恐怖に転じる危うさを示しているかのようだ。豆腐小僧。豆腐を持ち歩く小さな子供の妖怪、それが豆腐小僧。ついてくるだけで何もしない。ただただ後ろを歩くだけ。気がつけば横にいて、ニコニコ豆腐を差し出してくることもあるとか。怖がられることもなければ悪さをすることもない。そんなお人よしな姿につい笑ってしまうかもしれない。妖怪界のマスコット的存在、それが豆腐小僧だ。浮世絵に描かれた妖怪たちは単なる空想ではない。それは江戸の人々の見えないものへの恐怖、不安、裏切り、自然への畏敬、そうした感情が具現化された存在だった。絵師たちの筆が描いたものは単なる妖怪ではなく、私たち人間の心の中に巣くう影そのものなのかもしれない。君が一番印象に残ったのはどの妖怪だっただろうか。ぜひ君の考えを聞かせてほしい。その答えが次の旅の手がかりになるかもしれない。それではまた。